レディー。ティート完成です。はいどうも、ティートたかしです。今回の動画ですけども、サムネにもありますように、フィリピン移住生活で、絶対成功するには、これしかないやろというサムネになってますけども、そのね、これしかないやろっていうのをね、僕が1年7ヶ月目に入って、そろそろ、23日を、8月の23日をね、過ぎると、1年と8ヶ月目にね、突入するんですけども、今ね、楽しく生活ができてる状態なんですけども、今からね、これをね、話していきたいと思います。まずね、ブラックコーヒー。これ関係ないですけど、ある視聴者さんからいただいたものです。ありがとうございます。毎回ね、いただいてます。これにね、氷を入れて、これがまた美味しいんです。久しぶりのブラックコーヒーなんでね。それではいただきます。乾杯。いいね。いつもね、フィリピンはね、甘いコーヒーしかないんでね、こういったね、ブラックコーヒーは本当助かります。はい、早速ですけども、これしかないやろってね、僕が思ったのは、なんだかんだ人によってまたあると思うんですけども、僕は生活をしていくうちに、まあね、お嫁ちゃんがいたり、子供がいたり、お嫁ちゃんのね、親が一緒にいたり、兄弟がいたりってね、大勢でね、暮らしてるんですけども、ある程度、僕自身、我慢をして、お嫁ちゃんの言うことを 80%、はいというね、言葉でね、生活していれば、僕は移住生活絶対うまくいくとは思っております。現にね、僕ね、そうね、80% までははいっていう返事はしてないんですけど、60% から 70% はお嫁ちゃんの言うことを聞いて我慢して毎日生活してます。でもね、この我慢がこれね、絶対必要です。確かに僕はずっとね、小さい頃から日本で暮らしてきました。で、お嫁ちゃんは逆にフィリピンで過ごした。このね、日本とフィリピンの違い、これがね、絶対合うはずないんですよ。はい。日本のね、学校で習ったもの、フィリピンでね、フィリピンの学校で習ったもの、全然違います。もう少し経つとね、和樹がね、普通のローカルのね、小学校なんですけど、近所の小学校に通い始まるんですけど、まずね、フィリピンの学校はなんて言ったらいいかな、もう自由すぎる。それに尽きるね。はい。で、まして僕ね、びっくりしたんですけど、今度和樹が学校に行く時間6時ですよ。もう6時から授業が始まるということで、6時までに行かなきゃならないんです。まあ果たしてね、和樹が起きられるかちょっと心配ですけど、毎朝ね、喧嘩になるんじゃないかと思います。はい。でね、ちょっとね、話がずれましたけど、もうそもそもね、生活してきた環境がまるっきり違うので合うはずないんです。だね、どっちかが折れないとダメなんですよ。そうだから、それを我慢と捉えるかストレスと捉えるか、まあしょうがないと捉えるか、
ちょっとね言葉うまい言葉がちょっと見つからないですけど、初めはねそれがね僕もねストレスになってました。でもこれをピッとこう切り替えた途端、これがねストレスじゃなくて、なんだろう、それに対して不満に対して僕自身がその不満に合わせていく、なんて言ったらちょっとおかしいな言葉、不満を合わせていくじゃなくて、そのフィリピンのやり方に日本人が合わせる、慣れていくがあれかな、一番合った言葉かな。このね慣れていくっていうのも多分人それぞれで、すぐに慣れる方、一生慣れない方多分出てくると思うんです。僕がねそうね1年ぐらいかかったかな、このストレスからは。はい、今じゃねはいはいで終わりますもうねしょうがないんです、これは。あとはフィリピンをいかに好きになるかですね。このねのんびりとした毎日過ごしてますけど、こののんびりとしたゆっくり流れる時間を早く好きになれと僕は思いますね。これからね移住を考えている方いっぱいいると思うんです。最近もね、こちらにね遊びに来てくれたね視聴者さんが何人かいるんですけども、3年後とか2年後にね、移住を考えてるんですってねお話いっぱいしましたけども、僕はねなんだろう、それを移住を考えてるんであれば一日も早くね移住した方がね僕はいいと思うんですよ。ある程度の蓄えを持ってる方であれば、僕みたくね本当にねほんのちょこっとしか握ってこないでね、ギリギリ精一杯の生活をね、されるんであれば、ある程度ね、余裕があった人であれば一日も早く僕は移住は進めます。で早いとこフィリピンに慣れてくださいと。今までは日本からフィリピンに観光で来てましたよね。これが移住となった時はガラッと変わりますから。はい、観光で来た時はさ、みんなが寄ってきて、あそこ行きたい、あそこのレストランで食事しようよね、あれが欲しいこれが欲しいってなってると思うんですよ。でもこれからは移住なんで、そんなこと毎回できないんですよ本当に。それを毎回やってたらあっという間にお金なくなっちゃいますんでね。だね、早いとこフィリピンのこのゆるい生活に慣れなさいと。そしてフィリピンの家族、僕で言えばお嫁ちゃんとか妹、お姉さん、お父さん、そのやり方に早く慣れろということなんですよ。これがね慣れたらね、住めば都。僕自身があれフィリピン人になったのかなって勘違いするぐらいなんですから、はい、本当に日本の常識、ここでは通用せぬっていう言葉がね本当ぴったりです。なんでね、分かりやすく言えばサザエさん、僕ねマスオさんって僕ね昔から言いますけども、マスオさんの気持ちに早いとこ、一日も早いとこ慣れたら、これはもうフィリピン移住生活、楽しい生活になります。これは僕が保証します。はい、間違いないです。僕がね本当にねガッとこう切り替えた瞬間から気持ちがね少し楽になった気がします。そうでね、周りの人らも僕が以前観光で来てた時と今のこの移住生活、仕事をしながら移住生活していくにあたって周りも見てくれてて、あんまり寄ってこなくなります。はい、本当にね困った時だけ相談に来るんですよ。
ただね、僕もね今ねカスカスの生活なんで助けることはできないんですけどもね、そうやってね、昔は頼られてたのが今はね向こうから離れてってます。あまり頼らなくなってきてる。そうなったらね本当にね生活も楽しく生活できるし、余裕があった時はね助けてあげればいいことだしって僕は思っています。どうでしょう。何かこれに対して質問かなんか、それは違うだろうこうだろうかってね何か意見がありましたらぜひともねコメントお待ちしてますんで、そのコメントが僕にとってまたプラスになっていくんでね、僕が間違ってること、合ってることね、それが明白になるんで、間違ってたらそこに直していけばいいしね、ぜひね、意見ください。僕の考えはこう思います。はい、フィリピン人早くなれろとフィリピンの風に早くなれろとねいうことです。どうでしょうか。今回の動画ためになったよって方、グッドボタン、チャンネル登録なんかしてくれたら嬉しいです。次のね動画の励みにもなるんで、ぜひともよろしくお願いします。それではまた次の動画で。最後までご視聴ありがとうございました。